源氏物語イラスト役の愛です。この動画では古文速読トレーニングのやり方をお伝えしています。イラスト訳本編では原文と現代語訳が流れますので、一語一語照らし合わせて内容を確認し、その後に浮き出るイラスト訳で状況をイメージします。はじめは古語や文法もわからず流し読みする感じかもしれませんが、そのうちに何度も出てくる重要古語や文法事項が頭に入ってくると思います。現代語訳が出てくる前に大まかな訳が浮かぶように、イラスト訳が出てくる前にイメージが湧くように、そこまで解釈できるようになれば古文速読の達人です。イラスト訳はどこからでもいいので、何度も見てトレーニングをしていきましょう。また後半では今回出てきた文法事項や古文常識などを解説していますので、最後までご視聴していただけるととても嬉しいです。それではイラスト訳本編のスタートです。第3条うつせみの第2話です。光源氏はうつせみに夜ばいをかけ一夜を過ごします。しかし彼女は人妻であり、それ以降は彼の求愛をひたすら拒み続けます。源氏は彼女に袖にされたやるせなさで、弟の小君を相手に気を紛らわしています。では、この後の展開いってみましょう。女も並々ならず、片腹いたし、と思うに。恩、消息も絶えてなし。おぼしこりにける、と思うにも。やがて、釣れなくて。やみたまい、なましかば、うからまし。強いて、愛おしき、恩、振る舞いの、絶えざらんも。歌ってあるべし。よきほどにかくて閉じめてん。と思うものから。ただならず眺めがちなり。君は心づきなしとおぼしながら。かくてはやむまじゅう見心にかかり。人はろく思うしわびて。小君に糸つろうもうれとうも覚えるに。強いて思い返せど心にしも従わず苦しきよ。去りぬべき折見て対めすべくたばかれ。
とのたまい渡れば、煩わしけれど、かかる肩にても、のたまい松わすは、うれしゅう覚えけり。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は半日仮想の構文についてです。半日仮想の助動詞は今回2回出てきたましです。助動詞ましの意味は、半日仮想、ためらいの意思、実現不可能な希望です。2のためらいの意思は、疑問の形助詞やかを伴って、何々しようかしらという疑問の意味となります。3の実現不可能な希望は、逆接の接続助詞、ものなどを伴って、何々すればよかったのにという意味になります。そして、半日仮想は、ましかばまし、ませばまし、せばまし、はまし、などの構文の中で使われます。これは、英語の仮定法と同じで、事実に反して仮に想定している内容です。もし何々だったら何々だろうにという基本的な訳の仕方を覚えておきましょう。ちなみに、せばましのせは過去の助動詞、きの未然形です。もちろん、ましかやませも未然形で仮定条件となっています。そしてもう一つ押さえておいてほしいのは、事実がどうなのかということです。半日ということなので、事実は仮定条件から全く逆になります。何々ではないので、何々ではないという実際の状況を必ず念頭に置いて文脈確認していきましょう。では、今回の源氏物語で見てみましょう。ましかばましで半日仮想構文ですね。たまいが尊敬語なので、相手が主語です。なーは完了の助動詞、脅威と捉えてもいいでしょう。光源氏が私への連母をやめておしまいになったとしたらという仮定条件です。そして、牛、辛いだろうにと結論付けています。イメージ湧きますでしょうか？しかし、実際は光源氏が連母をやめたりしないので辛くはないのです。この半日仮想を読み取ったら、うつせみが光源氏に対して実際は愛情を感じていることがわかります。こういう心情をきちんと読み取ることが大学入試の正答にもつながっていくわけです。さあ、今回から第3条うつせみが始まりました。第1条起立簿、第2条母木木、および天代の品定めの再生リストは説明欄のリンクに貼っておきましたので、合わせてご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新しています。よかったら日々の受験勉強サポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントをお願いします。それではまた。